ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、エディフィアーの新作、W220J。半開放型のワイヤレスイヤホンは数多く登場しているんだけど、エディフィアーは、新型チップセットとスペックの面で、他社より移行が早い。W220J はそんな新世代のチップ周りを採用したイヤホンであり、加えて、エディフィアーはもともとオーディオメーカーで、音質にも定評がある。ここまで聞いてきた商品、どれもバランスが良く、外れのないブランドだ。そんなエディフィアーが投入してきた新型、W220J は、より安定性などを厳しくテストしたスナップドラゴンサウンド認証を持ち、アプト X 系の各種コーデックアダプティブ、及びアプト X に対応し、かつ、音質についても非常に優れた部類、という、優秀な一台として仕上がってるぞ。一番気になる音質から話していこうか。W220J の高音は、鋭いところがなく、それでいて、全体に眠たいところもない、疲れにくく、聞き取りやすい、半開放型の良さがよく出ている機種だな。特別音色に尖った部分がないので、特徴的ではないんだけど、一番長く使えるタイプのイヤホンだ。このイヤホンの音質は、バランスに優れる、の一言に尽きる。なので、このイヤホン自体の品質で話すのではなくて、このイヤホンと同じような価格帯の、競合するライバルと比較して話すのが良い。今回は、比較機種として、この手の半開放型、イヤーポズ系なイヤホンから、サウンドピーツエアさんと、両ビーボの X ボートプロを引っ張り出してきてみたぞ。それぞれの比較の前に、完全無線イヤホンにはそれ以外のスペックも大事なので、それらを全て紹介してから、比較する形にしようか。まずは外装から。W220J は、全体に光沢のある、ピアノブラックの外装が与えられている。これはケースまで徹底していて、特にケースは擦れによるスクラッチ傷や、指紋の付着が心配だな。ケース表面だけでも、ざらついた加工にしてるとさらに取り回しやすいかも。本体の質感に関しては不満なし、メッシュで覆われた、大きな開口部が、背面とイヤホン内側に焼かれている。この開放度のおかげで、遮音性、及び音漏れの予防は全くなしだ。ただし、完全な開放型と比べると、多少周囲の音は小さくなる。半開放型はどれも装着感に優れる。W220J も例外ではなく、耳にしっかり収まりつつ、圧迫感はないぞ。重量も軽いので、装着のストレスなく音楽を楽しめるはずだ。操作はタッチセンサー式。他の機種と遜色なく、問題なく操作できるぞ。TWS としてのスペックも、全体的に高水準、新規。半開放タイプとしては最長の部類に入る、単体6時間駆動、最新規格のアプト X アダプティブを進化させた、スナップドラゴンサウンドにも対応。つまり、音楽を高音質で受け取ることができて、なおかつバッテリーもストレスにならない連続動作時間を持ってる、というわけだ。本機はアクティブノイズキャンセリングは搭載していないので、この基本性能が大事。もちろん、実際に使った感じでも音飛びなどは発生せず、安定した通信を実現しているぞ。ゲームモード。つまり低遅延モードは、ゲームなどで自動的に切り替わる仕様。自分で設定することもできるが、その際には定番の、3回タップではなく、アプリから設定してやる必要がある。そう、エディフィアーの TWS 専用アプリ、エディフィアーコネクトにも対応しているので、もちろんイコライザなどで個人好みに調整することもできるぞ。ちなみに、なんだかふわふわしたワードとして認識されてるだろうスナップドラゴンサウンドなんだけど、これ、めちゃくちゃ雑に言ってしまうと、低遅延、高音質なアプト X アダプティブの性能をフルに引き出せてるぞ、と受け取っておくといい。新しい企画じゃなくて、全部性能引き出せる組み合わせならスナップドラゴンサウンドって認めちゃう、くらいの認識が、実際消費者が受ける影響、アプト X アダプティブに対応してもフルスペックが必ずしも発揮できるわけではなかったので、そこら辺がわかりやすくなった。と思っておけばよろしい。つまり、W220J はフルスペックのアプト X アダプティブに対応してますよ、と一目でわかるわけ。中身について、もうちょっと詳しく見ていこうか。Bluetooth の転送の核となるチップは、スナップドラゴンサウンドに必要な新型チップ、QCC3056 を採用する。Bluetooth の規格も、5.1 から 5.3 に進歩していて、より音質は安定するぞ。アンテナなどの出来も優秀で、普通に使ってればまず途切れることがない。エディフィアーはどれもこれも接続品質が安定してるので、安心感のあるブランドの一つだな。過不足ない音色を生み出すドライバは、13mm の LCP 振動板。LCP はリキッドクリスタルポリマー。日本語でわかりやすく言うと、液晶ポリマー振動板。2年ほど前から積極的に各社が採用しているドライバで、全体に厚みのある音色を持たせつつ、高音域が歪まない優秀な振動板だ。
本機の 13mm という数字は、より大きな 14mm、15mm 級のドライバに比べると装着感で有利で、かつ、12mm よりも音質で有利な機種が多い、ちょうどいい塩梅。この後音質などで比較する、X ボートプロも同じ LCP13mm のダイナミックドライバだけど、結構音質に違いを感じたな。そうそう、もちろん、完全無線イヤホンで切り離せない、マイクテストもしておこう。実際の音声を聞くのが一番手っ取り早い。PC にて録音した音声がこれだ。先に、PC の据え置きマイク、続いて、W220J のマイクの音声が流れるぞ。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。こちらは普段使っている通常のマイクで録音しています。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。こちらは W220T を耳につけて録音しています。音質としては音量も取りやすいし、それからノイズキャンセルも効いていて、多分聞き取りやすい音になってるんじゃないかと思います。どうかな？正直、言われないと、据え置きのマイクとの差が、一丁ではわからないのでは？マイク品質については、トップクラスに優秀だ。音量も取れていて、ノイズキャンセリングも適用。しかもキャンセル後の音が自然で、最近また役目の増えてきたテレワークや、ちょっとした通話の時にも、不具合の起きにくい、非常に優秀な仕上がりになっていると感じたぞ。前述の音質の癖のなさ、人の声の聞き取りやすさと相まって、連絡用のヘッドセットとしても非常に優秀な出来であると感じたぞ。というわけで、ここまで見た感じ、完全無線イヤホンとして、完成度がどの面から見ても高い。長い連続動作時間、安定した接続、高性能なマイク、ついでに出来の良い専用アプリありで、最新規格だ。特に、いろんな用途にフレキシブルに対応できる、半開放型が欲しい人には、本当に安定した一台になるんじゃないかな。とはいえ、単体でいかに素晴らしいといえど、最近は市場の他の商品もどれもこれも優秀な状態。最後に、他社製のライバルと比較してみよう。今回引っ張り出してきたのは、低価格で定評のある、サウンドピーツエアさんと、高品質な外装が魅力の、両 Vivo X ボートプロの2台。この2台、どちらも音質的にも満足していて、正直どれを買っても後悔はしないだろう一作だ。でも、安定性や実用面でカンストした W220T は、その面からおすすめ度が一段高い。マイクの通話品質がダントツで優れているのもポイントだな。地味に重要なのが、他に機種の連続動作時間が5時間なのに対し、W220T はより長い、6時間の動作を持っていること。この1時間は地味かもしれないけど、重要だ。半開放型は連続動作時間が短いものが多いので、その中でもひときわ飛び抜けた動作時間を持っていると言える。安定性は3機種ともに問題なし、他の部分が決め手にならなかったら、いよいよ音質で比較していくことになる。XBOAT プロと、このエディフィアー W220J は、13mm、LCP 振動板採用のドライバー、サウンドピーツエアさんは 14mm のバイオセルロース振動板を採用しているぞ。どちらも低音域に量感があり、高音域も歪まない、優秀なドライバーだ。エアーさんの方が、より量感があって、中音域が自然だけど、W220J にはイコライザーアプリがあるので、自分好みに調整することが可能。高音域は優しい設定になってるんだけど、エディフィアーのイヤホンは、基本的に高音が優しい調整にされているものが多くて、イコライザーアプリで変化させてやると途端に楽しい音になったりする。イコライザーアプリで、自分好みのカスタムをするありきで購入するのがいいだろう。むしろ使用しないと、クラシックなどの重厚な曲向けの調整となっているぞ。X ボートプロは、高音域が元気に伸びる仕上がりだけど、イコライザーアプリがない。エアーさんはイコライザーアプリでざっくり調整できるけど、ここで振動板の違いからか、W220J とは聞き方が違ってくる。結構攻めたバランスにした時に、きちんとついてくるのが W220J。より初期状態で完成度の高い印象を受けるのが、エアさんというイメージ。とはいえ、ぶっちゃけると、どの機種でも本当に不満が全くない。接続安定性、音質、装着感、すでに100点で並んでるので、あとは差がつくとしたら、やっぱり、駆動時間ですね。ここは最新機種の W220J が、やはり一番優れてる。加えて、何度も言うが、マイクが本当に完成度が高い。通話に使いたい人は、間違いなくこの W220J 一択になるだろう。というわけで、そりゃおすすめだよ。満点だもの、おそらく、日常でスマートフォンと組み合わせて、実用した際に一番トラブルが起きにくく、そして基礎性能も満点、というイヤホンだ。エディフィアーのブランドの信頼性に、しっかり実績を残した一台だと思う。エディフィアーは、大まかに3つのラインの商品を作っていて、この W220T のような、新規格品と、安定感が強い基礎性能の上に、女性やライト層向けの機能や外観をプラスしたモデルに大きく分けられる。
ただ、実際に手に取ってみると、どちらも安定感のある仕上がりで安心して購入できるブランドだな。W220J は、音質、実用性ともに隙のない1台だ。仕事からプライベートまで、1台で何にでも使いたい人にいかがかなといったところで今回はここまで。